よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今日はこの建物がどんな発想で設計したかというようなお話を、皆様と、語り合えたらなというふうに思っております。ですね、この建物パッと見ると三角形のすごく鋭角的な形なんですが、実はですねこの積み木っていうのがこの積み木が実はこの建物のデザインとすごく関係があります。でこれはですねすごく、積み木としては不思議な形をしている。で普通の積み木っていうのは四角いものを積み上げていくような形なんですが、これはですね三角形です。しかもそれを編んでいくように作る、こう、日本の木造がですね細い木と細い木を編んでいくように作るっていうふうによく言われるんですけれども、この積み木は日本の木造と同じように細いものと細いものを編んでいって、この形を作って、これいろんな形ができるっていう、これなんかラクダもできるとかですね、こういうものがありまして、でこれはですね実は坂本龍一さんと音楽家がいまして、これ僕長い昔からの友達なんですけれども、彼から、頼まれまして、で彼がモアツリーズっていうですね、NPO の代表をやってるんですね。モアツリーズっていうのはここに書いてあります。ここにモアツリーズでそのモアツリーズが、日本の木を日本の森を守ろうってことをやっていまして、そのモアツリーズからそういう、日本らしい積み木をあの世界に発信したいんだというわけです。日本らしいってどういうのかなと思っていろいろ考えて、普通の積み木は基本的にはレンガだろう、レンガを積んでいって建築を作るっていうヨーロッパの作り方、レンガとか石とかですね積んでいってっていうのは礎石像って言って、こう組む積むって書いて礎石像って言うんですけど、その礎石像的なのが、普通の世界の積み木のスタンダードでも、日本だったら細いものを編んでいって作るというのが、日本流じゃないかなということで、坂本さんもすごく、喜んでくれて、これを、作ってみたわけです。でこの三角形の積み木っていうのは、これはですねそれを大きくして、これは場所分かりますか？これはですねミッドタウンの庭です。これミッドタウンの手前ミッドタウンから撮ってるんですけど、ここにこういう大きな庭があって、でこの大きな庭でイベントとしてこれをですねあれをもう拡大して作って、こういう子どもたちがこうくぐって遊んでいけるイベントで、とっても子どもたちも喜んでくれたんですが、真ん中にはそれをこう積み上げていってピラミッドにしたやつがあるんですが、こういうものを作ったりしまして、これがそのイベントの日の夕方の景色です。これがそのピラミッドにしたやつですね。それでこのですね、三角形の積み木っていうのは実は、このフレーベルギフトっていうものの中にそのオリジナルがあるんですね。でフレーベルっていう人は、どういう人かっていうと、19世紀の教育者で、キンダーガーデンって言葉を作った人なんですね。ですから幼稚園って言葉を初めて世界に、で作って、幼稚園教育の元祖って言われているのがこのフレーベルという人で、そのフレーベルの教育の方針っていうのはですね、基本的には子どもたちに遊ばせる、作らせるっていうことを重要視して、それまでの教育っていうのはですね押し付けどっちかというと押し付けるっていう教育、上からの教育なんですけど、子どもたちはむしろ遊ばせて作らせて伸び成長するんだっていう教育方針を、出して、フレーベル教育っていうふうな言葉が生まれて、幼稚園って言葉もそれから世界中に普及するわけですが、そのフレーベルが一番教育で重視したのがこのフレーベルギフトと呼ばれる積み木なんですね。で、こういう彼は積み木をですね、自分でデザインをして、でそこにこういう三角形がこういっぱい入ってるんですね。でこれを
子供が遊ぶことで子供たちは自由に考える、ことができるようになるということで、未だにこのフレーベルの積み木、アメリカではフレーベルギフトって言ってるんですが、それは、アメリカお母さんたちが子供たちに買って与える、大切な遊具になっているわけですが、これをですね、これフレーベルギフトの、こんなのも彼作っているんですね。これもこう一種のパズルみたいなもんですけど、これもとってもね、この本当に三角形の組み合わせなんですけど、面白い形が自由にできるっていう、とってもよくできて、これ僕も持ってるんですけど、よくできてるなと今でも思えるものです。で、これを自分の建築の原点だって言ってる人がいるんですね。でそれがフランク・ロイド・ライトなんですね。でフランク・ロイド・ライトっていうのは、皆さん多分帝国ホテルを設計した人っていうことで聞いてると思うんですけども、帝国ホテルは、関東大震災の後、に竣工しますけれども、もうその前から、竣工は1925年ですけど、オープンは25年ですけども、その前からフランク・ロイド・ライトはアメリカの、20世紀アメリカを代表する建築家で、20世紀を作った世界の三大巨匠、コルビュジェとミースとライトっていうのが世界の三大巨匠と言われている人の一人でありまして、そのライトが私の原点はフレーベルの積み木だ、お母さんからもらったフレーベルの積み木だっていうふうに、これは彼の自伝の中で書いてるんですね。で彼は建築は実は三角形をすごく上手に使うことで有名ですけども、このフレーベルの積み木の自由な形、こういう、自由な形から彼の建築が生まれたっていうのは、そうだったのかって納得できるようなものでありました。で、この、紫ペンギンのプロジェクトもですね、やはり、託児所が入るので、これはやっぱり子どもたちがこれで自由に、遊び自由に考える子どもたちがこれ育ってくれればいいなというふうな思いで、この、崖地の下にですね、こういう自由な形の、これで見ると本当に積み木っぽいなというふうに思うんですけど、ものが、できたわけであります。で、黒田社長からもですね、木造でっていうようなお話があって、でここの敷地はですね、実はいろんな法律の規制も、すごく難しい敷地でして、さっき所長からここに工事車両を入れるだけで大変だったというお話がありましたけども、周りの建物からのいろんな規制がかかっておりまして、崖条例っていうのがかかっているんですね。で崖条例ってまさにこれ上も下も崖ですから、その上からも下からも建物を建てちゃいけない、崖条例の、規制の線が出てきまして、その線を避けながらこの形が決まってきて、でしかも隣にある建物からの延焼線っていう建物があんまり近いところでは、やはり、木を使えないっていう、その延焼線にもかからないようにするということで、この形が、決まってくるわけです。でそこにですね、木造の、骨組みプラスこの細い線は、何かっていうと、これはカーボンファイバーでこの建物の屋根と屋根をつないでるんですね。でカーボンファイバーっていうのは実は今建築の世界ですごい注目されている新素材で、鉄の、もう7倍とか言われる強度がありまして、普通こうステンレスとか鉄のワイヤーで引っ張りますけど、それもすごく強いですけど、カーボンファイバーはなんとそれの7倍の強度が出るっていう新素材で、しかも軽い。でこれはですね、これからの建築界の注目の、新素材ですが、それを、この建物と建物の屋根をつなぐ補強材に、して使うというようなことをやってます。ですから単なる木造ではなくて、木造プラス、そのカーボンファイバーという構造をやってます。で構造設計をやって、くださったのは江尻先生という、今日本女子大学の教授をされている、構造設計の第一人者の先生ですけど、その江尻先生はですね、このカーボンファイバーにすごく昔から興味を持っていて、木とカーボンファイバーはとっ
どっちも軽いから相性がいい。でよくですね、木造にその鉄のワイヤーとか鉄の棒を使って補強するってことをやるんですが、そうすると鉄が重いので、実は全体の重さが重くなっちゃうんで、逆にですね、補強したものが逆に重くなって、弱くなっちゃうっていうようなこともあるので、カーボンファイバーだと重くならないので、木造の補強はカーボンファイバーだっていうふうにずっと研究されていて、で、その考えが評価されて文化庁からですね、国宝の例えば清水寺の、建物の、構造補強を実はカーボンファイバー使っていたりとかですね、あるいは長野の、善光寺の建物、本堂も木造にカーボンファイバーを、足して、補強していると全部江尻先生が、やっていまして、それが文化財補強のですね新しい、一番最先端と言われている技術なんですが、それがここで使われているわけです。で、地上からのアプローチがですね、ここにホールと託児所を入れるっていうのはもう本当にすごい難しいパズルで、この地上がさっき8メーター8メーターぐらいでしたっけ、合計4階建てぐらいのボリュームがこの中に、もう複雑なパズルを解くように入れ込んであるんですが、その平面図で見るとこんな風になっています。で、これが地下の今我々がいるところですけれども、もうギリギリの敷地ギリギリ建てられるギリギリに建ててるっていうんで、この壁は本当にもうこれ以上外にも出せない、うちにも引っ込められないみたいな感じのところに建てていて、それをですね、このステージとして、観客席とステージとしてこんな風に入れ込んであるんですが、先ほどのアンさんのダンスはですね、この空間の面白さを最大限に生かしていただいたダンスだ、すごいな、もうこの空間でしかできないダンスだなということで、とても感銘を受けました。でこの辺にカーボンファイバーのつなぎが見えてます。これ後で外に見ていただくとカーボンファイバーの様子がよくわかると思います。でカーボンファイバーあとすごいのは軽いだけじゃなくて伸びないっていうことで、普通鉄とかステンレスは時間が経つとだんだんこう伸びてダラーンとしてきちゃうんですね。ところがカーボンファイバーは熱で長さが変わらないので伸びないので、今ですね、地下鉄なんかの、ホームドアでもカーボンファイバーが、使われ始めているという、そういう意味での注目の素材でもあります。で、最終的に出来上がったのがこういう形で、ここに、屋根と屋根を、カーボンファイバーでこの線がカーボンファイバーの線ですね。これつないでいます。こんな風に屋根と屋根がつながれている。ですから、ここで育つ子どもたち、お子さんたちもですね、こういう自由なところで育つときっといいとっても素晴らしい子どもたちができて、フランク・ロイド・ライトみたいな自由な子どもたちができてきたらいいなというふうに思っているわけです。これが、その、託児室の中ですね。この仕上げ材はですね、針葉樹合板、というものを使っていまして、この針葉樹合板、これ、カラマツの木をですね、ロールにしたものですけども、これも日本の森の資源、を生かした素材であります。でこんなような、この、空間とこのダンスが最高のマッチングだなというふうに思ってます。それからこれ入ってる設備もすごい照明が入っているそうで、この、照明はですねアメリカの最先端の照明で、日本にまだ40台しか入ってないの、そこのうちの20台がここに入ってる。すごいなと思って、あとオーチャードホールとかですね、もう最先端の方に入ってるんですが、もう、40代の半分がここで使ってるという、ことで、そういう意味でも、この場所っていうのは、世界に自慢できる場所になったなというふうに、思っております。これが工事の、様子です。所長の苦労の
感じが分かるこの地下に8メーターも掘り込んでいるというですね、様子です。もう本当に都会の中で普通だったら絶対にもう建物を建てないで諦めちゃう場所なんですが、それを生かしてこんな形でできたというのも、本当に黒田会長のすごいビジョンで夢のあるビジョンだなというふうに思っております。本当にこの難工事の様子が分かる話です。でこれがその木造の骨組みですが、こういうふうにプレカットされているものを組んでいって、非常に手の込んだ細工をして、それを組み上げていって、これが骨組みの時ですね。でこのように出来上がったということで、本当にこのストーリー全体のストーリー自身がもう一個のテレビ番組になるぐらいに面白いものができたと思っておりまして、本当にこれを皆様のおかげでこんなのができまして、今日の日を迎えられまして、本当に、ありがとうございました。以上でございます。隈研吾様、ありがとうございました。それじゃあちょっとグループトークの方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどはすごい嬉しかったです。お話が聞けて。こんな風にできたんだなっていうのが改めてこのフレーベルの過程がしっかり聞けてすごく良かったです。なんか聞きたいことがあるんですけれども、お三方に例えばここが更地の時にも見られてる方とかが中入ってこんなに大きい場所になったんだっていうのをすごいよく言われるんですよ。あんなに小さいところにこんなに大きい空間ができたんだっていう、なんだろう、なんか小さいって感じたのに大きく感じたり、大きいって感じたのに小さく感じたり、そういうなんかボリュームの大きさが同じなのになんかすごい変わるっていうのは建築でなんていうか気をつけてることとか意識されてることとかっていうのがあったらなんかすごい聞きたいなと思いました。そうですね。一つはね、三角形のマジックっていうのが僕らいつも考えていて、で例えば正方形に比べてね、三角形っていうのは対角線があるから、正方形だとこれ例えば1センチ1センチでだけど、ここの真ん中は1.4センチ、はい、ルート2です。1.4センチになって、1じゃなくて 1.4 ですっぽが三角形だとそこでなるから、逆に正方形よりも対角線の長さは長く感じられるっていう。で面積で見るとね、その三角形っていうのは実は半分しかないわけですよ。半分だけど実際にはその長さ的には1じゃなくて 1.4 って長さを持ってるわけだから、だからその効率がめちゃめちゃ人間の知覚から言うと、で面積っていうのはいわゆる工事費に反映してくるわけじゃない。だから100平米のものの半分の50平米のものなのに、実はその 1.4 の寸法を感じることのできる、より大きく感じられることのできる寸法が半分の面積でできちゃうっていうマジックが三角形にはあるんですよね。Because the area itself is 1, but the length is 1.4 that you feel longer or bigger. So he uses that magic. この建物にもふんだんにその三角形のマジックが使ってあって、それで建築の中ではその階段っていうのが三角形のマジックを一番生かしているものだって言われるわけ。階段っていうのは1階と2階をつなぐ階段で必ず斜めの線が出てくるじゃない。でその斜めの線がそこで出ることによって、
その空間の認識っていうのがもうこう普通のフロアとフロアで切られてる空間よりも階段でつなぐと何倍も広がったように見えるっていう階段のマジックがなるほど。っていうのがその三角形のマジックと関係してるっていう。ああ、because of the stairs, it feels long. だからムービーとかでそうすごい感動されるんですよ。だからこれ階段だらけ、ある意味で階段がずっと階段だらけでつながってるからここから始まってますもんね。そう階段がつながってるからそういうところがねこの建物はやっぱりすごい面白いところ納得しました。なんかそのここに住まわれてた内山さんっていう方が、昭和25年にここ本当まさにここに生まれたらしくて、この辺りからこの階段の上まで明治時代からずっとこういう階段があったらしいんですよ。でここに入られた時にすごい感動されてて、こんなに大きい空間ができたんだってすごい感動されてて、わあすごいありがとうございます。なんかこのプロジェクトでなんか一番大変だったことをもしあったら一人ずつお聞き皆さんしてもよろしいでしょうか。大変だったそっちからいきます田口君からはい難しかったなとか挑戦的だったな。はい。まあ先ほど熊からお話があったように延長線を交わした中で、三角形の形を成立させていくのが、図面を描いていく中で一番難しかったことですね。延長線っていうのはそのはみ出す隣の建物からの距離隣に郵便局の白い外壁が見えてると思うんですけど、まあ、そこからこうinterference between this building. そこからこう離れてないといけないんですね。はいはい。But a certain space required because it's a post office. でまあプランを書いていて、そこに吹き抜けの三角形を持ってきたいなっていうのはあったんですけど、それをこう倒したり伸ばしたりしようとすると、だんだんこう郵便局に近づいていくわけで、If lean as much as possible, then reach to the post office. でどこまで近づけるかっていうの確かは何回もトライアンドエラーして、はい。図面を描いたりしました。ここで角を曲がったらまず目に入るのがここじゃないですかね。こう小さい子供がこの公園とかで遊びに来る時にわーってみんな言うところです。本当にこれやっぱ突き出してるのがもう本当に皆さんに伝わってると思います。そこの突き出しているところは同じようにちょっと難しいところとすると、実は天井高をですね、10メーター以内にというか収めていかないと、ちょっとまたいろいろ法規的に面倒くさいところがありまして、内側は内側でちょっと天井が張ってあるんですけど、その高さの制御もかなり難しかったところかなと。かなり保育園の天井もすごく高いですもんね。そうですね。はい。であと、まあ、何よりもやっぱりこの形を成立することでこうどうやって作るかがまずあったんですけども、で、3D を今回駆使して作ってまして、で今回プレカットって材料を工場で主にカットして、この現場では組み立てるだけっていうのを主に採用してるんですね。でそれの挑戦にあたっても2次元の図面ではできないので、3次元で直接プレカットのメーカーさんと打ち合わせをしたんですけども、そのやり取りができたのは非常に良かったと思いますし、なかなか我々が直接 3D でそういう業者さんと調整してそのままできていくっていうのは少ないので、そういった意味で作り方として少し新しいこともできた面があるんじゃないかなとは思います。Usually quite unusual the architect relate to that process of how to design a 3D and then cutting team directly. なんか私このプレカットが運ばれてきてクレーンでそれこそ組まれてるさっきの積み木の
ところを見たんですけど、もう本当にすごくて、本当にいいものを見たなと思って、人生で1回しか見れないことをもう本当に大きなスケールで全くさっきの編むような、その一個一個全部長さが違うじゃないですか。保育園の壁とかが本当にあんなに大きなスケールで行われてるっていうの衝撃的でした。It was amazing that watching the process of the claying. I was very impressed that all the pieces fit together without actually being on site to make sure that they're いや correct. 本当に信じられないです。その場所が別のところでカットしたのにあんなにぴったりもうはまっていって、本当さぞかし大変だったろうなと思うんですけど、一個間違えたらもうおしまいじゃないですか。似たような、例えば番号を調べるのもこの木をこう組んでいくのに足場を立てられてたんですけど、その足場もこうすごい狭いところを縫うように立てていて、 Scaffolding itself was so tiny as well. 確かになんかこんなに大きいハンマーでこうやって押してたんじゃないですか。すごいなと思って、なんか本当に現実のものとは思えないような光景を見れてすごく感動しました。You wanna ask something? Question? なんかじゃあすごく私たちこの建物にいる時に感じるのが、なんかすごく安らぐというか、ちょっとこうスーンってするっていうか、こうなんかお寺とかにいる時ってこうなんかスッとするというか、ちょっと力が抜けていくような感覚みたいのがすごくこの建物に感じられるなって思うんですよ。でなんか例えばなんか場所によってはなんか私たちよくじゃあこの会場で作品作ってくださいって言われた時にってなんかこう体が抵抗するような感じがあったりして、でなんかこうじゃあ体が入っていくためにはどうしたらいいかなっていうことをすごく考えないといけないんですけど、なんかこの場所っていうのはなんか本当にこうどちらかというとこう力が抜けていくような感じが感じられるんですけど、なんかそういう人が入りやすくする仕掛けとかそういうことっていうのを考えられてるんでしょうか。こう実際にこの最終的に出来上がったものはなんか新しい地形ができたみたいな感じで、人工物なんだけど一種の新しい地形みたいなものができたと思うんですよね。だから人工物ってやっぱり箱っぽくどうしてもなっちゃうんだけど、ここはもうそういう直角の角度がないから、やっぱりこう地形の中に入っていくみたいな感じができて、そこがねなんか普通の箱物建築とは全然違うってことだなと思いますね。なるほど。Because this is like an artificial building actually, but there is nothing that 90 degrees. So it feels very organic in a way that is matching into this landscape. So that's possibly why creating this movement. なんかすごく今腑に落ちたなと思って、なんかここの建物に言い始めてからその建物って動いてるんだなっていうことを初めて気づいたんですよ。なんかこうソリッドなこうビルとかだとなんかもうそこで止まってるように感じちゃうんですけど、なんか毎日そこの階段の木と木が合わさってるところがこう雨の調子でちょっとこう動くんですよ、日に日に。でなんかそれを見てて、この建物って本当に動いてるんだなって思うことがすごくありました。はい。Anything else you wanna ask? I'm interested in why you chose the white coating of the panels. Is there a way that relates to possibly the building blocks that you were talking about earlier? So white coating on the wood
白線のことかな。はい、どれこれ最初屋根が黒だったと思あこう。のそうそうはいそうなんかやっぱフレーベルのその影響とかなんで白になったのかなっていうのすごい気になって。ああそうね、やっぱしね、なんかこの全体の環境の中で、はい、やっぱりこの環境全体明るくしたいんだって気持ちが、なるほど。やっぱりこうある意味でこう都会の中のこういろんなものに囲まれているところじゃないんだから、はいそこはこう明るくて、逆にこれが光を発光してて、うん周りを照らして明るくするみたいな施設になればなというのをなるほ思い出して。ど。He wanted to create because it's surrounded by quite metropolitan like buildings and housings, and he wanted to create that actually this place is reflect the sun and light up Oh, okay. from this place, like kind of lifted in a brightness. It's beautiful concept. I saw in one of the concept images earlier, it was a kind of snowy landscape that had this building in the center. There was a bit of snow in the background. And that looked really interesting because it does look like this is a sort of igloo popping out of the snow, but in the middle of summer. 書いたっけそれ。確かに最初のパースは周辺白かったですし、そうなんですね。その模型もホワイトの中にこういうのがポンって乗っかってる状態でしたから、ちょっとまた印象が確かに模型真っ白でしたよね。ああ、なるほど。なんかこの最初屋根が張られた時、本当イーグルのこう雪の中の家みたいに感じられました。イーグルってエスキモのうちね。はい。エスキモのうちってかなりこうなっててね。だからエスキモの子供たち、そうだからエスキモの子供たち、エスキモの子供たちはやっぱり全然描く絵が違うらしいね。子供たちの描く絵がやっぱり普通の普通のアメリカの幼稚園の子供たちと描く絵はやっぱりこう四角く描くのが多いんだけど、エスキモの子たちはみんなこういうふうにって三角でその小屋を描く、自分の家を描くから、やっぱり子供の時から描き方が違うんだったって言ってんで、それがそのこのイーグルのあれを見てるからなんだと関係してるんだっていう話を聞いて、それを思い出しましたね。面白い。そのeven people that they always the children draw triangle instead of house like normal square buildings. So it's very related to the childhood memory. ね、すごい面白い。なんかなんだろう、すごく印象にこのプロセスの中ですごく印象に残ってることとかってありますか？そうですね。やっぱりなかなか形が決まらないっていうのが我々とすると細かく作業していく側としてあってですね。難しかったよね。決め手がないっていう。決め手がない。Shape didn't decide it. It was so long time was moving. この微妙な角度とか。そうですね。角度本当に微妙な角度をねどうするかっていうのをね。だけど 3D でやっぱり検討してたから、ね、そうですね。だからやっぱり 3D で検討してたから、要するにコンピューターで今図面描くようになって、コンピューターでいろんなことをタグを試して比較できるようになったから、まあそれはやっぱり今特にこのうちのこのチームはコンピューターに強いチームなのね、うちの中で。だからそういう彼らがあったからこの形が決まったんです。何度も何度もその試すことができたっていう。まあそのコンピューターももちろん使ったんですけど、僕は模型も結構思い出に残ってて、でこの形はまあ折り紙みたいな形で模型をささっと作るんですね。でみんなで見て、この点はもうちょっとこう上げた方がいいんじゃないかとかここはもうちょっと下げた方がいいんじゃないかとか、でカーボンはどこにつけるんだみたいな、屋根のエッジにつけるのか曲がってるところにつけるのかとか、なんかそういった話をしたのがすごい懐かしいですね。そういう模型を作るっていうのは逆にね、日本の設計事務所が一番よくやるって世界って言われていて、やっぱり日本人はねこう実際にその模型で実物をこう手で触りながら考える癖がすごくあるし、それが得意だって
言われていて、で世界でいろんな設計事務所あるんだけど、模型をうちぐらい作る事務所はないって言われるぐらい、みんなだから今 3D でこう完成予想ってかけちゃうじゃない。だからそれで実際にこの模型をフィジカルモデルを作らない事務所の方が多いんですよね。フィジカルモデル作るとね、もう材料もいっぱいいるしゴミもいっぱい出るし大変なんだけど、でもそれがで考えるかどうかってものすごい違いがあって、それは多分さっきのフレーベル教育なんかも関係あって、子供にそういうもので手でこう触らせるっていうのが子供の脳を刺激するっていうことを彼はきっと考えてたんだと思うんだけど、同じように僕らもそうやって子供幼稚園のように考えてる人So Tano-san was saying that it was very memorable that he was creating models and really touching and folding like origami and try and error, like where do they put the strings, and the Kuma-san was saying the Japanese architect firm is probably the most, and Kuma KKA is the most using the model by hand, and they're actually physically creating the model, and then because these days just a two-dimensional screen can finish the design, but they always create a model because physically they want to connect to the design. I thought that's really beautiful. なんかすごく私たちもこのオープニングでなんかせっかくだからなんか作品を作りたいと思って、なんかそこの三角形のこの入り口のところのこう折り紙がこう曲がったところからこう戻っていくような動き、紙がなんかそういう動きをすごく感じられて、あとあそこの階段のところを上がったらちょっとこう外にこう傾いてるところのこういう感じがすごく木を折った時にこう戻っていく動きに似てるなってすごく思って、でなんかそれがこの建物がすごくこう呼吸をしてるように感じられたんですね。あとこのこうファイバーがこう引っ張り合ってるのもこう張り出してるのをこうバランスをとってるっていうか、それがすごくなんか印象に残ってね、でそこからちょっとこう発想を、立ち上げていったんですけど。なるほどね。やっぱそういうやっぱそういうの敏感な人たちに見てもらうといろんな発想が建築がね、そうですね、こういろんなやり取りがあるのが面白かった。はい、本当に名城さん、田之口さんには無理難題を本当にお願いして何回も変えたり、特にこの形、天井は高ければ高いほどいいけど。客席も欲しいし、でもステージも狭すぎたら困るっていうすごい難しいことをもう何度も書いていただいて、図面を書き直していただいて、ね、でもそれすごくいい空間になりましたよね。初めて今日お客さんを入れた状態で私たちも照明がつくかとか音が出るかみたいなところから本当は正直すごい心配してたんですけど、本当に配信までちゃんとできて、本当に皆さんにこうやって見ていただけるっていうことが実現できて本当に感動しております。まだまだお話を伺いたいところですが、ちょっと終了のお時間も迫ってまいりましたので、本日ご来場いただいている皆様からご質問を受けさせたいと思いますが、ご質問ある方、挙手にてお知らせください。東京新聞の西田と言います。よろしくお願いします。積み木がですね、フレーベルの積み木だったんだっていうことを伺って、なるほどと思いました。で子どもたちの自由な発想を育てるっていう、ことが、大きな発想の一つになっているという話を伺って、実はここにいらっしゃっている長倉院長さんも子どもたちの考える力を育てるっていうのをおっしゃっていて、一致しているなというふうに思って、感銘を受けました。で、実際もう園の方はオープンして間もなく半年でですね、絵本の貸し出しとかも始めて、地域の方も借りに来たりですね、
隣の公園に遊びに来た親子連れの方がおむつ替えに利用してくれたりして、地域との交流も始まってるみたいなんですが、熊先生、去年の10月にリリースが出た時にですね、子どもたちが集い賑やかな声があふれる施設になってほしいと願っているっていうふうにコメントされてましたけれども、園もオープンして建物も実際に竣工されて、改めてどんな施設に、幼稚園保育園ですね、子育て施設の方が、どんな施設になってほしいと思っているかっていうことを伺えればと思います。そうですね、はい、この建物はですね、普通のコンクリートの四角い箱の中の育ったことは全く違う自由な子どもたちがまず木でできてる。で木でできてるっていうのはそれがどういうぐらい子どもたちのいろいろな教育にプラスになるかって研究をしてるのが僕の同僚でもいろいろいまして、それで、問題を与えてですね、それに答えを出す試験をですね、木の木質の空間で時と、それから普通のコンクリートの空間の中でやると正解率が木質の方が全然いいそうなんですよ。だからやっぱしちゃんと気持ちよく集中して、コンクリートの箱だとやっぱりあんまり集中できていない、だからいい状態に子どもの精神が保たれているのは木の空間だっていうのをそれは慶応大学の伊香賀先生という私が慶応の時の同僚の先生がずっとそういう研究をしてて、ちゃんと数字が出てますよって彼は言ってるでもそうすると日本中の塾とか学校って全部木になってるんじゃないかないや、そのぐらい木の空間ってのはやっぱ子どもたちに影響があるらしいんですよね。それでやっぱり建物の形がいろんな自由な形っていうのも子どもたちにさっきお話したようにあると思うし、この周りの環境もそこに公園がちょっとしてあったりして、すごくある意味で都会の真ん中だけど恵まれてる空間だなっていうふうに思うので、本当に子どもたちが楽しみだなというふうに思います。ありがとうございます。質問ある方いらっしゃいますか。そしたら熊建国建築設計事務所の皆様、紫ペンギン様、ありがとうございました。これをもちまして紫ペンギンプロジェクト戸塚竣工披露式を終了とさせていただきます。お忙しい中式典にご出席いただきました皆様、配信をご覧いただきました皆様、誠にありがとうございました。これで配信の方を終了させていただきます。